金光の庭の首席医師はその卓越した医術で患者の傷を癒し、明るく前向きな言葉で心の隙間さえも埋めていく。暗黒の潮がもたらす重苦しい空気、ほどきがたい対立、運命に刻まれた難病。彼女は世界の痛みを優しく受け止め、片時も休まずに癒し続ける。栄夜にも尾行はさし、黎明はいつか再び大地を照らす。それは彼女の信念にして歩む道だ。今回の一手請求は、強くて優しい天空の末裔、尾行の医師ヒアンシーに迫っていこう。西風の果てへようこそ、フクロウ様。どうもどうも。ここは一体どこだ？まさか冥界？どうかされましたか？いや、どうやって帰ろうかなと。誰かにヒアンシーへ連絡してもらうしか。こうなったらとりあえず働こう。さて、今一番会いたい人物、ヒアンシーについて見ていこう。彼女は記憶の運命を歩む風属性のキャラクターだ。いつも明るく前向きで、火を追う旅における最も頼れる医師でもある。つまりどんな病気も必ず治せるということだろうか。救えなかったものがここに来ます。私はまだ助かるはず。通常攻撃では敵単体に自身の最大 HP に応じた風属性ダメージを与える。敵にも愛らしい泡を優しく振る舞います。戦闘スキルではイカルンを召喚し、自身の最大 HP をもとに味方全体を回復する。また必殺技でもイカルンを召喚し、味方全体を回復すると同時に雨上がり状態に入る。状態中、味方全体の最大 HP をアップさせるぞ。おお、ちょっと待った、このかっこいいペガサスはイカルンの昔の姿です。おお、もしかして私みたいなチビキャラはみんなかっこいい完全体があるのだろうか。ヒアンシーにお願いして私も金光の庭にそのような業務はないかと。イカルンの召喚時、ヒアンシーの EP を回復する。初回召喚時はより EP を回復するぞ。イカルンは全てのデバフに抵抗でき、また自身以外の味方の HP が減った時、自身の HP を消費し、ヒアンシーの最大 HP をもとに治癒を行う。その際、雨上がり状態だと追加で味方全体を治癒する。イカルンが消えた時、ヒアンシーの行動順が早まる。またイカルンは自身とヒアンシーの治癒量を記録する。雨上がり状態でヒアンシーがスキルを使うと、イカルンは精霊スキルを即発動し、累積中量をもとに敵全体に風属性ダメージを与え、一定割合の記録をリセットし、自身の全持続効果を1ターン減らす。ヒアンシーかイカルンが治癒を行うと、イカルンの余ダメージが一定ターンアップする。この効果は一定総数まで累積可能だ。奇跡覚醒後、ヒアンシーとイカルンの会心率がアップし、HP が一定値を下回る味方に治癒を行う際の治癒量がアップする。別の奇跡覚醒後、ヒアンシーの速度が一定値を超えると、自身とイカルンの最大 HP および治癒量がアップする。治癒量アップの度合いは速度の超過分に基づくが、この効果には上限がある。秘技を発動すると、ヒアンシーは戦闘開始後全体治癒を行い、また一定ターンの間、味方全体の最大 HP をアップする。ヒアンシー様は全ての命を守るという理想を叶えたのですね。ではまとめだ。ヒアンシーは味方全体の最大 HP をアップし、頻繁に全体治癒を行うことができる。記憶の精霊イカルンは自身の HP を消費して負傷した味方を適時治癒し、また自身とヒアンシーの治癒量を火力に変換できる。治癒をより手厚くすると同時に火力にも貢献するぞ。彼女の善意は永遠に消えない星の光のように、宇宙に潜む闇を全て払ってくれるのです。おお、こちらの方々にも善意を。闇の部分ですので。ヒアンシーに続き、キャストリスも秘技を発動して戦闘に入ると同時に支流を召喚。味方全体の HP は減ったが、秘技のおかげで最大 HP がアップしている上、全体治癒も発動。支流は無言で炎を吐いた後自爆。第1ウェーブの敵をあっけなく撃破。第2ウェーブの敵が押し寄せる。ヒアンシーは戦闘スキルでイカルンを召喚。味方全体の HP を回復したおかげでキャストリスはチャージを獲得。
負傷してもイカルンがすかさず治癒を行うぞ。キャストリスが戦闘スキルで敵に大ダメージを与える。味方の HP が減っても心配ない、イカルンがいるからな。ヒアンシーが必殺技を発動。味方全体を回復し最大 HP をアップ。これまでの重量を記録してきたイカルンが即座に行動し、その真の力を敵に見せつける。パーティー全体の HP 増減でキャストリスのチャージがたまる。抜かりないヒアンシーが再び戦闘スキルを発動して味方を治癒。さらにイカルンの精霊スキルが発動。キャストリスのチャージも満タン。必殺技で2ウェーブ目の敵を撃退。味方の手は止まらない。開拓者とペラが順に行動。ヒアンシーとイカルンはみんなの体調を気遣う。イカルンの精霊添付のおかげで味方が HP を失ってもすぐに回復。味方の HP 増減でキャストリスのチャージがどんどんたまる。キャストリスのチャージが満タンだ。必殺技を発動して雌雄を召喚。敵の命運は尽きた。ログアウトじゃなくて退勤帰宅。では私はお仕事に。さっきから何を作っているんだ？フクロウ様のぬいぐるみです。あ？ここが賑やかになるのは久しぶりですから。ここは寂しい方がいいだろう。ああ、いやつまりだな、仕事は暇な方が創作の時間が取れるだろう。ああそうだ、銀河打者が転生しましたの続きはいつ出るんだ？今書いているところで、お迎えが来たようです。ヒアンシーの返事を待たなくていいのか？冥界の公共交通はどうなってるんだ？またのお越しを。遠慮します。ダメですよ。ああ、カメリさんが呼んでくれなかったら今頃。まさかネクタールがこんなに危険だなんて。